今日は悲しくて切ない曲を作る哀愁系スタイルの解説をしていくよ。前に別の動画で明るい暗い曲を作るライトダークスタイルを解説したね。でも暗い曲って色々な種類があるからダークだけで対応するのは難しいんだ。暗い曲のスタイルを色々と調査したから最初にちょっとそれをまとめてみるね。まずはダークを筆頭とする暗黒系。このグループは曲に暗さと激しさを与えるメタル要素が混ざるのが一番の特徴かな。歪んだギター音が使われやすくなる。次に今回解説する哀愁系スタイル。このグループは悲しい感じを曲に与える。そしてちょっと特殊なホラー系スタイル。このグループは不気味な雰囲気を曲に与える。ホラーがホラー系じゃないのは変だけどホラーはホラーより暗黒寄りなんだよ。まあホラーの話は置いといて今日解説するのは哀愁系スタイル。ソロー、メランコリック、オミナス。特徴的なこの3種類を解説していくよ。まずは J-POP スタイルと混ぜてどこまで悲しげになるか聞いてみよう。切なくて悲しくて消えないで繰り返し悲しみの夜が来るよ思いが止まらなくなる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 哀愁系スタイル3種類の持つ雰囲気それぞれの違いを聞き比べてもらったよ。ソロー、メランコリック、オミナス。この順番で哀愁感、暗さが強くなるよ。基本的にはどのくらいの哀愁感が欲しいか哀愁感の強弱でスタイルを選べばいいと思う。ただ各スタイル特有の効果についても覚えておくといいかもしれないね。ソローは効果が薄いことが長所になって混ぜるスタイルの曲調を変えにくい。メランコリックはドラムを弱める効果がある。ゆったりとしてボーカルが引き立つね。オミナスは哀愁を超えた暗さを曲に与える。ダーク系統の雰囲気にも近いスタイルだよ。強すぎる愛が時としてホラーになるように強すぎる哀愁は闇にもなってしまう。それじゃこの3種類のスタイルを今度は他のスタイルと混ぜてみよう。混ぜるスタイルはトロピカルハウス、ハードテクノ、ドゥームメタル。切なくて悲しくて消えないで繰り返し悲しみの夜が来るよ思いが止まらなくなる切なくて悲
止まらなくなる切なくて悲しくて消えないで繰り返し悲しみの夜が来るよ思いが止まらなくなる切なくて悲しくて消えない恋と粉々しい悲しみの夜が来るよ思いが止まらなくなる切なくて悲しくて消えないで繰り返し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 悲しみの夜が来るよ思いが止まらなくなる哀愁系スタイルの差による曲調の変化、その影響を聴き比べてもらったよ。どのスタイルがいいかは好みの問題だね。自分の好きな哀愁レベルを選べばいいよ。各スタイルの特徴は覚えておいて、あとは曲調や好みによって使い分けよう。それじゃまたね。